まず、春のヒラマサ狙いっていうのはヒラマサ自体がだいたいゴールデンウィークぐらいから産卵が始まるので、その産卵前に体力をつける意味で荒食いというか非常にアグレッシブになるっていうことと、もう一つは産卵をするために大きなヒラマサが集まってくるんですよね、いろんな場所に。なので大型を狙って取りやすい時期でもあるというのが春ヒラマサの特徴です。パターンについてですけど、もうベイトのサイズがもう本当に小さなこんな小さなベイトの時もあれば、もう25センチ30センチ以上の、トビウオとか、オキボラとかさまざまなベイトパターンがあるのがこの春ヒラマサの特徴でもあるんですね。だから、僕らアングラーもいろんなサイズのルアーを用意して、いざ海に出た時に、その時のその状況に合わせる必要があるっていうのが春の、ヒラマサを狙う時の注意点ですね。よいしょ。よっしゃ。さあ、玄界灘の春マサ初日、今日は、海もまだ穏やかで、潮はそんなまだ今は流れてないけど、潮が大きく動く日を選んで今日今ゲームスタートしたばっかりだけど、もうターゲットはもう春マサの体高のある産卵前の元気なでかいやつを狙いに来てます。まだ船つけて今これ人流し目なんで、ヒラマサのベイトが何なのかもよくわからないけど、とりあえず状況を見ながらいろんなルアーを当てて、一番魚が口を使うルアーを選んでいこうかなと思います。今はこれ、ガチポップトリーパーの230、経験上春のヒラマサって割と泡を絡んだルアーがすごく反応がいいことが何回もあったので、もう一つは今ちょっと浅間詰めなので、ちょっと泡でアピールしようかなと思います。よいしょ。結構冬の後半からこの春先って本当に泡の絡んだルアーにでかいのが結構高確率で出てくるっていう経験を何度もしてて、それで今もポットリーパー230を当てて今投げてるんだけど、それは何だろうな、もう理由がわからないんだけどね。ただ産卵前の荒食いの時期だから当てはまるのか、答えがないんだけど、でもこの泡を絡んだルアーが躊躇なく食ってこられることが多いんで、ちょっと今それを試してます。この玄界灘の、春マサもういろんなパターンがあって、やたら極小ベイトしか食わないっていう、だからルアーを小さくしなきゃいけない時もあるし、かといって今度はボラを食うものすごくでかい餌を食ってる時もあるし、あるいはこの春マサでも後半に入ってくると今度トビウオを追ってものすごい引き波とか引き泡とか、そういった水面でを騒がした方が食うパターンもあるし、最も難しいのはコイ科のパターンで鳥がわーっていっぱいいるんだけど、なかなか水面が割れない時はだいたいこんな小さな春のコイ科を食ってるパターンがあって、どれが当てはまるかはわからないんだけど、でもその逆にベイトを僕らが正確につかめば連続ヒットができるのもこの時期なので、ちょっと難しいというのと、その楽しさがより深いものになるっていうのがこの時期のヒラマサかな。せーの、よいしょ。今投げてるのが、メインライン P の5号にリーダー130ポンドで、本来大マサを狙うには少しライトなタックルなんだけども、ベイトが小さい、カタクチイワシとか小さいものであった時、それから、ちょうどまさに今がそうなんだけども、この風と潮が逆で、どうしてもちょっと向かい風気味にルアーを投げる時っていうのは
太い糸とか、軽い小さなルアーっていうのは圧倒的に不利になるので、それをカバーするために、通常よりも少しライトなタックルで今投げてます。ちょっと目の前の鳥が雰囲気が出てるんだけど、この辺りでドンと来ないか。なかなかみんなにもバイトがないね、まだ。そろそろ誰かに出てほしいんだけどな。ちょっと鳥が騒いでてもなかなか魚が上に出てこないので、ちょっと今、シンキングのガチスラを少し沈めて引っ張ってみようと思います。今まあね、一緒に乗ってる僕以外の5人の人はみんなトップウォータープラグを引いてるんだけども、ほとんど今バイトがない状態なんですよね。で、上の潮はちょっと動いてるみたいなんだけど、下があんまり動いてないんじゃないかっていうふうに船長も言うので、ちょっとそこでちょっと一人だけ、下のレンジ入れて探ってみようと思ってます。まあこのガチスラの使い方なんですけど、まあキャストして、まあ、水深に合わせて20秒30秒カウントダウンして、で単なる棒引きでも GT なんかはよく釣れますけど、ジギングのようにワンピッチで引いても釣れるし、あと、まあ、ダイビングペンシルを、扱うようにロングジャークで引いても、食ってきます。なんだろうな、何がキーワードなんだろうな。まあイワシ食ってる、走り回ってる、まあ、魚は広範囲にいる、でもなかなかルアーを食ってこない。さあどういうのが答えになっていくんだろう。苦戦中ですよ、苦戦中。この雰囲気なのに。でも鳥の下なんか見てるよね、あの辺ね。こうか、絶対来そう。鳥は来んな。まあちょっとこれは投げてないけどチャンスが出るかもね。やっぱ飛距離出した方がいいな。ああ、横出た、横出た。行くぞ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 。よっしゃ、ドンピシャだ。よっしゃ、おった。よっしゃ。まだこっち来てるだけかも。平正ついてた。さあ、いや、平正だ。この正面来て船と入れ違ってからが怖いんだよな、平正は。さあどうよ。ああ、もう見えちゃったな。平正、平正、大きくないけど平正。はい、はい、ありがとうございます。ガチペンスイマー、平正のボイルで一発でした。いい魚だけど。はい、多分6、7キロぐらいの平正1本目ですね。ガチペンスイマーの180で、潮風、合ってないんだけども、まあいい感じでボイルが出てくれたので、その周りに投げたら一発で食いました。よいしょ、ありがとう。大きくなれ。はあ、ありがとう。バイバイ。いい魚でした。
さあ次行きましょう。はい、タックルについてはですね、ベイトイワシについてる時なんかは割と水深が深いんですよね。で、僕は PE の、4号のタックルから、浅場で大型を狙う時の10号まで本当に幅広くタックルを用意しています。ブルーブルーの、ルアーでいくと、ガチポップ、トゥリーパー、それから、ガチペンから、ガチペンスイマー、この辺のルアーが大体メインになるのかなと思うんですけども、大体、ルアーのウェイトは、マックスでも今 100g ぐらいまでなので、そこに合わせると大体 P の、4号から8号ぐらいがメインになると思います。特に、今日はそうだったんですけど、このただ単にこう水の中を丁寧にこうアクションさせるだけではもう今なかなか食ってこないことが多くて、水面をルアーを棒引きしてこうベイトが逃げてるような波動の演出をして、でその後にこうルアーをこう食わせのこう間を与えるというかね、ちゃんとよく見せるっていうアクションを入れて口を使わせるっていうことも必要になるし、あるいはもう本当飛びを追っかけてる時なんかはもう水面ただ棒引きするだけで奪い合いするぐらい追っかけてくる時もあるし、で逆にこう小さなベイトでコイカっていうのがいる時はこれが厄介で、水面よりもこの水面よりもこうルアーが出ないように直下をこう引くっていうことが肝になってきたりするので、いろいろなベイトがあるのでね、それをこうどれが来てもこう対応できるような準備が必要になると思います。出たね。おーい、あっちこっちですわね。出たこっちも出た。おい出た。右から。食った。外れた。おい遠い。あっちやっぱりほらベイトが今跳ねられたね。跳ねられとるね。でっかいわ今の。俺のやつの棒引きに出てきた。平正でかい。来た今ついてる。今ついたもんね、後ろにモコって。来た。食った。いい綺麗ないい出方。同じサイズかな、どうだ。平正だね。どうよ。よく叩いてる。今真下入って頭は振ってるけど、どうなんだ。かかりどころが悪いのかな。あるけどね。平正っぽいけどね。どうだ。はい。よいしょ。はい、ありがとうございます。綺麗なイエローラインだな。嬉しいね。ガチペンスイマーを最初キャストして着水から 30m ぐらい棒引きして魚のスイッチ入れてスイムアクションで一発でドンって感じ。他の魚もこれ奪い合ってたから、ちょうどいい場所にルアーがあったのかもしれないけど、でもいい魚です。太いね。これぐらいあるとね。はい、2本目のヒラマサ 10.5 キロです。ガチペンスイマーを、遠投して、30m ぐらい、水面を棒引きして、でそこで魚のスイッチを入れさせて、でそこからの丁寧なスイムアクションで、ヒラマサの群れが来てこう奪い合うようにルアーを食ってくれました。非常にいい魚です。体のこう幅もあってヒラマサらしい春マサらしい魚です。
やった、よかった。よいしょ。バイバイ。いい魚でした。2本目。今回の、ヒラマサの反応が多かった場所は水深がもう60メートル以上という非常に深い場所だったので、メインタックルを P の5号まで落としてで、なるべく飛距離を稼いで、長い距離をこうベイトが逃げる演出をしながら組み立てていった時にいいヒラマサがよく出てくれたので、今日はハマったなと思います。はい、ちょっと今バイトが連発してるんだけど、ちょうど早かった潮が緩んだタイミングで、魚の活性が上がって、散発的なボイルが出てる状況で、そこでこう丁寧に泳がせるルアーには反応が悪いんだけど、こう水面を疾走するルアーには、泡を引きながら走ってくるルアーにはものすごく反応がいいので、今それを試してます。おっしゃ、やばい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 、これまだだ。山さん、いやこっちぐ、よいしょよいしょよいしょ。いきますよ。はい、お願いします。オッケーオッケー、ありがとうございます。気持ちいいバイト、ドワーンと出たね今。気持ちいい気持ちいい。はあ、いい。このヒラマサも10キロ弱だけど、ガチペンスイマーの、高速引きからの、スイムでもう派手なバイトで連発、最高だよこれ。ヒラマサの、リリースする前に蘇生してあげるこの方法なんですけど、こう海水のホースを口に突っ込んで、とにかく指でも入れて細かいこう空気の泡をいっぱいで中に入れてあげるんですね。こうすると一旦弱ってたヒラマサの目がこうギューッと下を向くようになって、すごく元気な状態で海に戻せるので、この方法をやってあげるといいと思います。ナイスフィッシュ、ありがとう。今日、玄界灘の春のヒラマサを狙ってみて、振り返っていくとですね、まず、ベイト自体がそんなに大きいベイトではなかったっていうこと、イワシ、でもイワシもこのカタクチイワシからこう大きなウルメイワシまで、結果的にはいたみたいだったんですけど、大きなルアーの反応はあまり良くなかったっていうのが今日の、パターンでした。それでまずじゃあ水絡みがいいようにこうあまり泡をこう絡ませないで引いたルアーはほとんどバイトがなくて、じゃあ逆にポッパーのようにこう強い、泡を交えて引いたものも全くノーバイト。じゃあどうしていこうかという時に、ガチペンプスイマーを、水面をまず走らせて、泡を引きながら棒引きをしていって、こう逃げているベイトの演出をして、そこから、食わせの間というか本来のガチペンスイマーの水面直下をこう泳ぐようなアクションを入れたところで突然バイトが出るというパターンで、いいヒラマサを連発できました。